ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、乃木坂46ネーブルオレンジザ・ファーストテイク、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回で乃木坂46さんの楽曲の歌声分析は2回目となります。初回はですね、同じくザ・ファーストテイクの君の名は希望、こちらの方を動画公開させていただきました。こちらのサムネイルの動画になってます。まだ見ていない方はですね、ぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。そして今回ネーブルオレンジをですね、歌声分析したんですけど、いやめちゃくちゃ可愛いですね。歌声の素晴らしさと同じぐらいお二人のルックスの素敵さがですね、すごく際立っていたかなっていうふうに思います。で、歌声の方もですね、中西さんの天性である歌の部分、そして井上さんのおそらく相当努力して身につけたんだろうなっていう歌の部分、こういった部分が前回よりもさらに際立って感じることができて、めちゃくちゃ感動しました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、乃木坂46ネーブルオレンジ歌声分析 GO!めちゃくちゃ綺麗な声ですよね、相変わらず。そしてめちゃくちゃ美人ですよね。すいません、歌声とは全く関係ないことを言ってしまって。声も綺麗、ルックスも綺麗、もう完璧ですね、井上さん。さあでは歌声の方なんですけれども、歌を歌う上で代表的な声を響かせるポイントが3つあります。肺の中の胸腔共鳴、口の中の口腔共鳴、そして鼻の中の鼻腔共鳴。この響きをですね、どういう風に混ぜるかによって声のおおよそが決まってきます。声質のおおよそっていうかね。で、井上さんはじゃあどういう声の響きのバランスで歌っているかというと、口の中の口腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴、この2つを中心にして歌っています。比重としてはやや鼻の方が多い感じですね。それぞれどういう役割を持っているかというと、口の中の口腔共鳴が言葉一つ一つの輪郭をはっきりさせたり、あとは口の大きさによって声量のコントロールをするようなポイントです。そして鼻の中の鼻腔共鳴がですね、主に声の音色、こちらのコントロールになります。井上さんの声めちゃくちゃ綺麗ですよね。この辺はですね、鼻の響きがメインで使われている証拠です。もう一回聞いてみましょう。いい。で、声量も全体的にはちょっと抑えめなのかな。日常会話で使うぐらいの声量で歌っていると思います。すごくね、力が抜けていて、聞いていてホッとするような雰囲気出てますよね。次いきますよ。かわいい。いいですね。で、今、井上さんの素敵な笑顔が見れたポイントだったんですけど、この笑顔で歌ってる瞬間に声が一気に明るくなりましたよね。顔の表情っていうのは声質にものすごく影響を与えます。明るい表情で歌うと声質が明るくなりますし、悲しい表情で歌うと声が悲しくなるっていうぐらい、顔の表情で表現される感情ってそのまま声に乗るんですよね。今笑顔で井上さんが歌ったシーン、めちゃくちゃね、こちらも自然と笑顔になるようなほんわかしたポイントでしたね。もう一回聞いてみましょう。電車に乗ったあたりが一番声の明るさを感じれるところかなっていうふうに思います。素敵ですね。次いきますよ。
うん。あ、いい。いやー、素晴らしいですね。で、中西さんの声はですね、鼻の鼻腔共鳴、こちらが中心になってますね。プラス、先ほどは説明していなかったんですけど、頭を響かせるヘッドボイスっていう声もあるんですよね。そのまま字のごとく、声の響きを頭にまで持っていくっていう声の出し方なんですけど、このヘッドボイスの音色を使うと、さらに声質が美しくなります。で、先日の君の名は希望の時にいただいたコメントで、中西さんの歌い方は沖縄出身の歌手の方みたいな癖がありますよねっていう風にコメントいただいたんですけど、まさにその通りかなっていう風に思います。今のポイント、その辺感じやすい歌い方してたかなっていう風に思います。もう一回聞いてみましょう。うん。春は、この辺とか沖縄伝統の歌い方の雰囲気使ってるかなって思います。いや、さらっと歌ってますけど、これめちゃくちゃ難しいですからね。春は、これですよね。これどうやってやってるかっていうと、ちりめんビブラートって言われる細かく揺らすタイプのビブラートをしながら、うーっていう風に音をフォールさせるんですよね。フォールってこう音を下げていくテクニックのことなんですけど、今のポイントは一瞬しか使ってないんですけど、2つのテクニックを使わないと歌えないんですよ。で、これを長く歌うのが R&B 歌手とかがよくやるフェイクにつながってくるんですよね。だから多分中西さん、前回も言ったと思うんですけど、 R&B とか歌ってもめちゃくちゃうまいと思います。次いきますよ。うん。やっぱりところどころ入ってますよね。先ほど言ったってやつ。いや、こういったね、フレージングに個性を感じますよね。で、今音域が下がりましたよね。こういったポイントで中西さんが鼻の鼻腔共鳴をメインで使っているっていう声質を感じやすいと思います。ちょっとだけ鼻声のニュアンスが声に乗ってるんですよ。鼻腔共鳴の使い方としては声を鼻に送るイメージっていうのが必要になってくるんで、鼻声のニュアンスが出やすいんですよね。で、これやりすぎちゃうと本当に鼻声になっちゃうから、やりすぎ注意のテクニックなんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら、この辺とか。ちょっとだけ鼻声っぽいニュアンス入ってますよね。しかも絶妙なバランスでの鼻の使い方なんですよ。めちゃくちゃいい声。次いきますよ。すごく声質がクリアですよね。言葉がめちゃくちゃ聞き取りやすいですし、やっぱり声がクリアになればなるほど、歌声の持つ存在感っていうのもどんどん大きくなってくると思うんですよ。いやー、井上さんの声ものすごいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。で、ちょっと音域が上がって、先ほどの口、鼻のバランス、これがですね、さらに鼻の方に比重が向いたんですよね。で、ここのポイントは井上さんもヘッドボイスの音色を使ってます。だからさらにね、声がきらびやかになってますよね。素晴らしい。続きいきますよ。いい声ですね、本当に。で、やっぱりこの辺の音域になってくると、声優さんみたいな、めちゃくちゃ綺麗な声であり、すごく可愛らしいような音色になってますよね。僕ね、アニメ大好きなんでね、アニメボイスも大好きです。もう一回聞いてみましょう。いいね。もううっとりしちゃいますよね。いや、本当に歌がうまいですね、井上さん。次いきますよ。うまい。てか、二人ともめちゃくちゃうまいですよね、歌。お若いのにここまで歌えるとは羨ましいですね。で、今の君に会えたらのここの部分、ラのところですね。
こういうところも沖縄っぽい歌い方ですよね。はじめつとせさんの歌い方とかイメージしてもらえるとピンとくる方多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、いや、この美しい声でこの歌の癖最高にハマりますよね。もう一回聞いてみましょう。でね、少しだけこう笑顔で歌ってるから、やっぱり声もね、全体的に明るいし、声のね、抜け感、通りのいい声になってるので、すごく聞きやすいですよね。素晴らしい。次いきますよ。で、今音域が下がったんですけど、鼻の響きが変わってないんですよね。これすごいことで、声の性質上高い音になればなるほど鼻だったり鼻の響きが多くなって、音域が下がれば下がるほど鼻の響きが減って口とか胸の響きが多くなるんですよね。これ声の自然な流れです。でもこうなるデメリットとして、高い声は声が細くなりやすくて、低い声は声が太くなりやすいっていうのもあるんですよね。でも中西さんはこの1個前に歌った高い音域と今歌ったちょっと音域が下がったところの声質に変化がないじゃないですか。ここでポイントになるのが鼻の響きを変えないっていうところなんですよ。声が細くなる原因としては胸の響きが減ることであって、低い声が太くなってしまうのは鼻の響きが減ることなんですね。逆に言うと音域が下がっても鼻の響きを減らさなければ声って変わらないんですよ。音域によって声質が変わってしまうといろんな声のキャラクターが表現されてしまうので、聞いてる側にとってね、聞きにくいっていう感じの声質になります。それをそうさせないために中西さんは鼻の響きを変えないでいろんな音域を歌ってるんですよね。すごいテクニックです、これも。次いきますよ。いい声。ここで井上さん声の出し方を変化させました。前半聞いていた声よりもすごく力強い声質になってますよね。これ何を変えたかっていうと、肺の中の空間、胸腔共鳴、こちらの響きを使ってるんですよね。最初に言った3つの声のバランスの割合としては、胸腔共鳴が3割、口腔共鳴が4割、で鼻腔共鳴が3割、こんな感じのバランスで歌ってるかと思います。で、胸腔共鳴の響きっていうのは、声の太さだったり、声の音の厚さ、音圧ですね。この辺のコントロールをするポイントなんです。なので、胸の響きを使うと声にパワーが乗りやすいんですよ。今のポイントはそういった声使っていたかなって思います。もう一回聞いてみましょう。いい声。めちゃくちゃいい声ですよね。で、肺の中の空間を使うと声の響きが増幅されるので声量もアップするんですよ。で、その声量がアップした分声にパワーが乗るっていう原理ですね。次いきますよ。音域が下がっても声のパワー感が損なわれていないんですよね。やっぱり音域が下がれば下がるほど声のパワー感って出しにくいと思うんですけど、それなのにもかかわらず低い音域を力強く歌う井上さんの歌の実力、素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。さらっと歌ってるのにこれはすごいな。で、これどうやってるかっていうと、口の中の響きを減らして、その減らした分鼻に声を送ってるんですよね。音域が下がると声ってモワモワしちゃうんですよね。こもっちゃう、通りの悪い声になっちゃうっていうか。でも鼻に声を入れると通りの良くなる声の成分が乗ってくるので、低い音域でも声がこもらないんですよ。そういったテクニック使ってました。次いきますよ。いや、裏声がいいですね。で、裏声は鼻腔共鳴中心かな。最後の「た」っていう言葉が
すごく可愛らしい感じの音色になってたと思うんですけど、裏声で鼻中心にして最後の地声にしてからのたっていう言葉も鼻腔共鳴中心で声を出してるから、ものすごく可愛らしい声になってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。かわいいめちゃくちゃかわいいですね。もうデレデレしちゃいます次いきますよ。で最後のフレーズも鼻鼻腔共鳴中心にして可愛らしい音色で歌い上げてますよね。もう一回聞いてみましょう。消えたのかのあたりでニコって笑うのがいいですよね。いやもう一瞬でねファンになっちゃいますね次いきますよ。わあいい、ものすごくいいですね中西さんの今の歌い方。ここは前半で歌っていた中西さんの歌い方の癖を全部消して歌ってるんですよね。一つ一つの音をまっすぐ伸ばすかのようなイメージで歌ってるポイントというか、こういうストレートな感じいいですよね。でしかもすごく悲しそうな顔というか落ち込んでるような表情で歌ってるので、その表情が持っている感情が声に乗ってものすごく儚い雰囲気がするというか、素晴らしいポイント。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、いい声中西さんの声めちゃくちゃ可愛い。もう二人とも可愛いですね。さすが日本を代表するアイドルですよね。次いきますよ。2番の A メロはこういった感じで寂しいような雰囲気を表現したかったのかな。いやこの雰囲気最高ですね。で最後のしたくなるのあたりで前半で言った鼻声のニュアンスをさらに強調してますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、したくなるみたいな感じで歌ってますよね。いやこの声めちゃくちゃ可愛いですね。いや前回の「君の名は希望」で僕はねお二人のファンになってしまったので、もう一発でファンになっちゃう魅力ありますよね。いや最高に可愛いです次いきますよ。きらびやかな声ですよね。いやこの2人で歌うから魅力が増幅してる感があるっていう風に僕は思うんですよね。なんか声の相性がめちゃくちゃいいですよね。2人とも美しい歌声の持ち主で、中西さんは美しい声の中にいい意味で独特な個性が際立っているっていう感じの歌声。そして井上さんは美しい声で正統派でストレートな歌声っていうかね、声質の分類としては似ているんですけど、中身を見てみると2人ともものすごい個性が際立っていて、これが合わさることによって魅力が掛け算方式でどんどん溢れてくるような、そういった魅力あると思います。次いきますよ。で井上さんリズム感がものすごくいいんですよね。もう正確すぎるほど正確なんですよ。で今のポイントはハーフテンポって言って、今までがタン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 のテンポで来ていたものが、ここのポイント B メロですよね。 B メロはタンタンタンっていう風にテンポが半分になってるポイントなんですけど、このテンポの変化によってリズムの取り方って変えた方がいいんですよね。でここはどういう風にリズムを取って歌えばいいかっていうと、タッタタタタタ、これなんですよ。で井上さんしっかりそのテンポを感じて歌ってるんですよね。いやこのリズムの取り方の切り替え能力が素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。いや
リズム感がいい方の歌っていうのはすごく安心して聴くことができるんですよね。ファンの方のことを思ってこういったね細かい練習してるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。いいね。ここで中西さんは持ち味の癖を表現し始めてきましたよね。この癖的な部分をコントロールできるっていうことがすごいですよね。先ほどはこの癖を全く出さない歌い方をしていたんですよ。で、ここでは癖を解放したっていうね。やっぱりこうコントロールできるようになれば表現の幅が一気に広がってくるので、ものすごいことだと思います。もう一回聞いてみましょう。素敵ですね。もうニヤニヤしちゃう。ニヤニヤっていうかデレデレか。もうね、可愛いんですよ。次行きますよ。最後のロングトーンがめちゃくちゃ柔らかいですよね。で、ここで声を出すイメージをですね、後ろに引くような感じにしてるんですよね。声を出すイメージを後ろに引くと声質って柔らかい感じになります。逆に前方向に飛ばすようなイメージで歌うと力強い感じの声になるんですよね。ここで中西さんは声を出す方向のイメージを変えることによってこのふわっとしたね雰囲気を表現してるんだと思います。もう一回聞いてみましょう。いい声ですね。素晴らしすぎますね。次いきますよ。いいね。で、サビでものすごく明るい声質を使うっていう感じですよね。で、中西さんのすごいところの一つとしては、音域が上がっても声量をほとんど変えないんですよね。これものすごく難しくて、実は。やっぱり音域が上がれば上がるほど声って大きくなりますし、音域が下がれば下がるほど声って小さくなるのが普通なんですけど、でもどの音域もほぼ同じ音量で歌ってるんですよね。で、力強いところは声質でパワー感を表現してるっていう。これがね、ものすごい高等技術なんですよ。超難しいです。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。で、このどの音域を歌っても声量を変えないためにはどうすればいいかっていうと、声の中心を鼻でキープしてるんですよね、中西さんは。低い声になっても鼻から声を出すイメージ。高い声も鼻から声を出すイメージ。ここを1ミリもぶらさずに歌ってるんですよね。そうすることによって高い声をミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声で歌ってるんですよ。で、ミックスボイスを使うことによって地声っぽい高い声を小さい声でも出すことが可能になってくるんで、その辺で音量のコントロールをしてるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。だからね、ものすごい難しいことをやってるんですよね。いや、ほんとすごいです。次いきますよ。ほら、音域下がっても全然声量変わんないじゃないですか。ある程度はレコーディング処理でコンプレッサーっていう音量を均一化させる処理がされるので、音源では分かりにくいかもしれないんですけど、やっぱり声のパワー感っていうのは表現されるんですよね。その辺がね、めちゃくちゃ綺麗に整ってるんですよ。もう一回聞いてみましょう。すごいですよね。細かいテクニックもものすごいのはもちろんなんですけど、こういった分かりにくい部分ではあるとは思うんですけど、すごいテクニックを使って歌ってますね。もう天才です。次いきますよ。裏声がやっぱり綺麗ですね。で、地声は先ほど言った声を出す方向を前方向にして、裏声は後ろに引いてるんですよね。だから地声は強めに、裏声は優しく、そういった声質の変化を表現してます。もう一回聞いてみましょう。
ほらほら、裏声がものすごくふわっとした感じ出てますよね。これ前方向にするとミックスボイスっぽくなるんですよ。地声感が強くなって裏声なんだけど力強い裏声みたいな雰囲気になっちゃうんで、やっぱりこういう抜けた感じを表現するためには後ろに弾いた方がいいかなっていうふうに思うんですけど、いや最高ですね。次いきますよ。おーおーのここね、一回しゃくりを入れて歌い直すところがすごく素敵ですね。で、中西さんの声の癖としてもう一つ今気づいたところが、母音がおのところものすごくはっきりと発音しますよね。ここがねすごく可愛いんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、語り合おうみたいな、僕がやっても全然ですけど中西さんのねこの発音めちゃくちゃ可愛いですね。次いきますよ。あ、強めの声ですよね。すごくこうキリッとした感じの締まった歌声というか、先ほどまでのね可愛らしい声とはまた違って、どちらかといったらかっこいい感じの声ですよね。この声はですね、この曲始まって一番肺の中の胸腔共鳴の響きを使ってるんですよね。で、そして声を出す方向をものすごくこう前の意識っていうか前方向に飛ばすようなイメージで歌っていると思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいい声ですね、本当に。いや、いろんな声を表現できるんですね、井上さん。マルチボーカリストって感じですよね。素晴らしい。次いきますよ。いいですね。で、今気づいたんですけど、前回も言ったかな、なんか言ったような記憶があるんですけど、中西さんの歌い方として口の中の空間を主にこの喉側っていうか、そこをちょっと広げるんですね。あーみたいな。で、その声を鼻に入れるっていう声の出し方なのかなっていうふうに思いました。で、この口の中の空間を作ることによって全体的に歌声に息の音が混ざるんですよね。これウィスパーボイスっていうテクニックなんですけど、この声を使ってるポイントと使っていないポイントがあるので、全部が全部こう歌ってるわけじゃないんですけど、今のポイントはそういった声の使い方をしていました。もう一回聞いてみましょう。で、なんかさっきちらっと聞いたんですけど、こっから転調すんのかな、きっかけで転調すんのかな、一瞬だけ聞こえた音が転調していたように聞こえたんですよね。転調っていうのは最後の大サビでこうキーが上がる、あれを音楽用語で転調って言うんですよね。聞いていきましょう。ほらほらほら、やっぱり2人で歌うんだね。なるほどね。転調して2人でユニゾンで歌うわけだ。ユニゾンはそのままですね、2人で一緒に歌うことをユニゾンって言います。いや、テンション上がって思わず止めちゃいました。ごめんなさい。サビ頭から聞いてきますね。いやー、可愛いですね。もうね、いいですね。美少女2人っていう感じです。癒しですね。続きいきますよ。素晴らしい素晴らしい。てかやっぱり2人で歌ってる時の声の一体感半端ないですよね。これなかなかできないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。音程は、今の音楽業界ではピッチ修正って言われる音程を後で補正するシステムがあるので、そこで合わせられるとしても、リズムっていうのはなかなか合わせるのは難しいと思うんですよね。いくら音楽がものすごく進化したとはいえ。だからこのリズムをぴったりと合わせているっていうところがすごくチームワークの強さを感じれるポイントかなっていうふうに思います。いや、素晴らしいですね。次いきますよ。ほらほらほら、一体感がやばい。
もうまさに声が溶けて混ざっているかのように一体になってますよね。やっぱり普段グループで歌っているからこういった練習もものすごいしてんのかな。じゃないとここまで声が混ざらないですよね。最高ですね。次いきますよ。いやー素晴らしい。本当に素晴らしいですね。ここで曲は終わりなのかな。でも動画がね1分ぐらいある。まだもう一回サビ繰り返すとかかな。聞いていきますよ。あ、なるほど、こうエンディングメロディーみたいなやつがあるんですね。でここからハモリになるんですね。で今の井上さんの体の動き、ちょっとねごめんなさい、字幕が入ってて見えないかもしれないんですけど、曲のリズムに合わせて体をこう揺らしながらリズムを取ってるんですよね。やっぱり井上さん歌う時ものすごいリズム意識して歌ってますね。でさっきのハーフテンポの時とやっぱりリズムの取り方が違うんですよ。井上さんリズム知識めちゃくちゃレベル高いですよ。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。でメインが中西さんで、またハモリが井上さんって感じかな。次いきますよ。あ、いいね。今のあーのところめちゃくちゃ音が取りづらいフレーズでしたよね。すごく難しいところでした。もう一回聞いてみましょう。ほら、あーのこの2回目のあーのところがね、すごくこれ取りづらい音なんですよ。いやー、それをねさらっと歌っちゃってますね。すごすぎます。次いきますよ。あ、なるほどね。あ、二回し目はちょっとフレーズが違うんですね。でハモリの音もまた難しかったですね。井上さんはそういった難しいフレーズを歌う担当なのかな。リズム感、音感ともに素晴らしいですね。次いきますよ。最高ですね。なんかどことなく懐かしいような雰囲気がするというか、青春を思い出すっていうかね、なんかそういった雰囲気を感じました。動画があと少しあるんで、せっかくなんで最後まで見ていきますね。いいな、こういうとこ。こういうとこいいですよね。やっぱり歌ってないところも素敵すぎますね。衣装もね、青と赤ですごくね、可憐って感じですね。続きいきますよ。ネーブルオレンジ、よろしくお願いします。かわいい。いや、いろんな意味で最高でしたね。以上、乃木坂46ネーブルオレンジ歌声分析はここで終了です。いや、最高に可愛かったですね。なんか歌声よりも先にお二人のルックスの素晴らしさがね、先に来ちゃいましたね。やっぱり僕も男性なので、素敵な女性をね、見るとテンションが上がってしまいますよね。そして、歌声相変わらず素晴らしすぎますね。中西さんの素晴らしい歌の基礎力と、そして音感とリズム感で、声質もものすごくバリエーションが多いし、中西さんの天性ともいえる独特な声の雰囲気、そして聞き入ってしまう歌声の癖の数々、もう天性のものですよね。いや、このお二人が歌う楽曲はどんな曲でも素敵になってしまうんじゃないかなっていうふうに思ってしまいました。いや、本当に最高でしたね。今後もですね、引き続き乃木坂46の楽曲を歌声分析できたらなというふうに思っております。で、僕もまだまだ乃木坂46さんに関してはもう素人同然ですので、皆さんのアドバイスだったりおすすめの楽曲をですね、コメントの方で教えていただけたらなというふうに思います。これをきっかけに僕も乃木坂46さんをもっともっと知っていきたいなというふうに思ったので、ぜひ皆さんご協力の方よろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
ではではボイストレーナーの鶴さんでした。